里見静子さん、当時18歳。爆心地からおよそ2キロ離れた船入川口町の自宅で被爆。髪の毛を解こうとしていた時、爆風で吹き飛ばされました。避難途中に見た悲惨な光景、そして可愛がっていた妹勝子さんの死に今も心を痛めています。もう金輪際戦争は嫌ですと里見さんは語ります。5日に勤労奉仕に来ましたから、私はお隣のお向かいさんと交代しましたからね、難を逃れたようなもんですけれども、ひどい光線でしたからね、それはもう今までも見たこともないような光でした。で私の肩に勝子が捕まってましたからね、ちょっと母ちゃん待ってね、お姉ちゃんカンカとかしてねって腰を頭に当てるか当てないかにピカーって、その光っていうものはもう本当にこの間見たこともないような光でした。でその光の瞬間にどこ行ったかわからないで、母が外で見てたそうです。職人さんと一緒に話してて、そしたら私と勝子がバーッと宙に飛んでそうです。それで飛んだのはわからないんですよ、私は。そして硬いものに当たりましたからね。ほいでもう私ダメだって、もうダメって、そしたらもうすっごくもう雨やられていろんなものが落ちていく。ほいで頭に当たりますからね、頭をこうして押さえて、そしてじっとしてましたら母がね、そこにいたら危ないって言って、それ母の声でびっくりして見ましたら、母はもう勝子を抱いてました。でその勝子もこの頭の後ろ頭をこの人差し指の長さぐらいで、幅もこれぐらいで、ガラスの焦げがダイヤのガラスが4個入ってました。で腰をやられてましたからね、立つことができなかったです。で危ないから言って、さあ逃げましょういう時に、なんで逃げたらいいかわからないもんですから、父がね自転車にリヤカーをつけてたんです。でリヤカーはそこお母さんここリヤカーがこれで逃げよう言って、それでそこまで運んだのはいいんですけどね、板ですからね、痛いだろう思ってちょっと待って言って、それから今度縁側は足を上げた途端に足の裏なんか立って痛かったもんですから、ひょっと見たら裸足でしょ。ほんで犬を見たら白と黒のズックがあったんです。それが後で気がついたら左ばっかりの靴だったんです。それも分かりませんからね、両方その靴履いて何の違和感もないです。そして今度上に上がってお布団があったもんですから、それを振るって、それでリヤカーの板の上引いて、そして弟と勝子と母と3人を乗せてリヤカー引いて電車道まで出ました。でもう電車道で出たらもうすっごい人です。それがみんな傷だらけです。そしてね4、5歳ぐらいの男の子がね、お母ちゃんお母ちゃんって泣きながら走っていくんですよ、エヴァの方に向かって。それね助けてあげることもどうできないんですよ、私がたくさん連れてますでしょ。そしたらね若いお母さんです、髪の長いお母さんで、赤ちゃんを抱っこして赤ちゃんおっぱい飲ましてるんです。それがねなんかブツブツブツ言いながら目がちょっと見えなくなっていたみたいです。そしたら長い髪がだーっとそれ血が滴ってるんです。そして赤ちゃんの胸の上その血が落ちてるんです。それもどうしてあげようもないんですよ。そしてもうしようがないからみんな干していこう言って今まで行ったらもう突き当たりですからね、それから滝藪の方行こう言って滝藪行って、それからそこにここにいれば空襲は免れるだろうから言って、それで弟に母がね、あんたね陸軍免許ここから近いから行っておいでって行かしてもらったら、いつまでたっても帰ってこないんですよ。どうしたのかな言ってたら帰ってきて、ひどい人よって父ちゃんまでが見てもらえそうにないって言ってから、そして母がねあんたね歩けるから勝子を連れてね病院行ってやってくれって言ったから、そしてね頭と腰やられてますから首とその足のここだけしか
抱えられないんです。急にこうして抱えて、そしてずっと幹線道路まで出ましてね、そしたら出たらもういろんな人の傷だらけの人がいて、そしてね私の後ろを歩いてて、その人がね頭から全部丸焼けです。それでねじゃがいも皮見てる顔がぶら下がってるんです。でこの中はねソーセージのあれみたいなような中が見えるんです。すっごいその人がね「踊れ踊れ」って言うんです。私何言ってるのか分からないんですよ。そうしたらこうしようかしようこうしようこうしようかってなるんですよって鐘を叩くんですよ。そうしてね抱いてますから重たいですからね逃げ場がないんですよ。そしてね右側は原っぱになってて向こう側が小高い山でして、そこ横穴が掘ってあったんです。それで元気な人みんなそこへ逃げるんです。そしてこっちには30センチぐらいの側溝があるんです。その側溝の向こうが1メーターぐらいの石垣なんです。その石垣の上がコーリャン畑になってるんですよ。でそのコーリャン畑みんな元気な人はみんな逃げるんですけど、私抱いてるから逃げられないですよ。で二度にこうして私もうその子をおぶさるようにして、そしたらその途端に男の人がバターンとそこ倒れたんですよ。どうしてあげることもできないですよね。それでもうしょうがないから、そしたら介助って言いましたからすぐ病院連れて行ったら赤チンつけてゲートル巻いてくれました、包丁の代わりに。そしてそれから連れて帰って、母がもうこれは夕方になるからその出る時にね隣はもう火が燃えてましたからね。でもううちの家も焼けてるだろうから、でも庭に防空壕があるから何か食べるものがあるかもわからないからまあ帰ってみようっていうもんですから、またリアカーね、それが爆風で自転車のタイヤがはじけて呼吸がないんですよ。それやっぱりバカ力っていうんですね。それを引っ張ってでその重たいとも何もなんですよ。家まで帰りましたら父が帰ってました。その時ね勝子がお父さんの顔を見た途端にね「お父ちゃん」言ったのがその子がこの世で最後の言葉でした。それはもう一生私の胸から離れないですね。で私に縛りつくように抱かれてたのがお父さんの姿を見たらね本当にねもう渾身の力だったんだろうと思うんですよ。それが最初で最後の言葉になりました。それから一言も物を言わずね3日間苦しみましたね。神崎小学校の後で陸軍病院のあれができとるみたいだって言ったもんですからね。じゃあ勝子を見てもらおう。で母も腰と頭をやられてるから動けませんからね、私がリアカーに乗って長男が自転車こいで私が抱いて行きました。そして陸軍病院ですから見ていただきました。そしたらここの傷を見られて「この中を通ったらどうかな」言って他の兵隊さんに話して「ね、取らんわけにいかんから」言って、それでピンセットで取られたのがガラスが横毛ダイヤのガラスって厚いガラスでした。4個入って、そしたら中が動くのが脳の中が動くのが分かるんですよね。それでもそれでもじーっと歯を食いしばっても泣きもしないで私の体じーっと捕まってたですね。そしてそれを抜いて赤チンつけて、そして注射をしてくれましたね。そしてその時初めて包帯をしてくれました。それで先生どうですって言ったら「分からん」言って小さい声で首振られました。そしてリアカーを置いて2人が入りゃいいんですけどね、置いてたらすぐ取られるんですよ。なくなるからリアカーので連れてて「たーちゃんダメかもわからんって言われたよ」って言ったら長男は黙って一言も言いませんでしたね。それから家帰って母がどうだったって言うから「軍医さんがねダメかもわからんって頭振られたよ」って言ったら「あそうか」言ってその晩から痙攣が来ました。すっごい痙攣です。それでねもう10分おきぐらいの痙攣が来るんです。その痙攣来るためにね母と父が一生懸命でこうして撫でてやるんですよ。それでも止まらせてちょっと止まったかもとまた痙攣一晩中で、それから今度来る日に痙攣が来たからもういっぺん連れて行ってくれるからまた2人が
病院に連れて行ったんです。そしたら護院さんが「もうダメですね」ってはっきり言われました。でその時ね、できればねもうちょっと生きさせてやりたい思うんですとしか言ったら「もうダメでしょ」諦めなさいって言われました。それでもそのことを私ね長男には言うことができませんでした。でダメかもねって言われたよってそれだけ言って長男もまたそれをしたことも言いませんでした。ダメでまた自転車こいで家帰りましてね、で母にね「お母さん気をつけてやってね、ダメかもわからん」って言われたからね「でも人間の寿命はわからんからねお母さん」言ったら「そうよ」で父もそれ聞いてましたね。でできるだけのことをしてやろう言って、それからもうねタオルを絞ってきて体を拭いてやったり、でもう「勝子お姉ちゃん何か言って」って言っても何にも言わなかったです。で本当原爆の落ちた日に「お父さん」って言ったのがその子のこの世で最後の言葉でした。ですから私今でもあの子が生きてってくれたらどんなにか力になれただろうになと思います。ですからもう戦争は嫌ですね。もう悲惨なのは嫌です。4歳になるかならないかで亡くなったですからね、それが尋常の亡くなり方でないですからね、やっぱりいまだにあの子のことは忘れることができませんね。原爆が来るといつでもあの子があの時こうだったねって思い出しますね。私はもう金輪際戦争だけはしていただきたくないと思います。